日の舞の熱波ラジオ12分でさよなら。このラジオは12分の砂時計代わりになるラジオとなっております。お相手は放送作家の澤田さんです。お願いします。お願いします。お願いします。さあ、はい、6月に入りましたけども、6月に入りました。6月に入ったっていうのでパッと思い出して、これどうなったのかなって聞きたいことあるんですけど、はい、日の舞と結婚したいコメンターはどうなったんですか？あの人、まだ送ってくる。で、同じ文章ですよ。はい、日の舞ちゃんと結婚したいを、まだ送ってくるんですよ。で、このラジオの告知をするじゃないですか。ラジオ聞いてねっつって、その人に向けて送ってるようなもんなんですけど、それにも別に、僕の話してくれてありがとうございますとかはなく、日の舞ちゃんと結婚したいだけ来てるんで、ちょっともう望み薄な気がしてきました。望み薄ってどういうことですか？で、この人に何か別のこと言わすのかってことですか？そうで、本当に結婚したいのかとか、理由とか教えてくださいっていうことだったんですけど、そういうアプローチもなかったので、もうちょっと結婚相手からは消させてもらおうかなって思ってます。やばいです。ピンチですよ。だって、多分聞いてないですよ、このラジオ。聞いてないですか？そんなことないですか？もうSNS の投稿しか見てないってことですか？いや、そうで、ラジオのコメント欄とかにその人の話したから、書いてくれるかなとか思ったんですけど、全くそういうこともなかったじゃないですか、コメント欄に。なので、AI だったかもしれないし、ただそういうことを書いて、なんか楽しんでる人なのかもしれない。外国人説はないですか？いや、ないですね。それしか知らないっていう。これは日本人でしたね、多分。そうなんですか？トップガーが多分ちゃんと日本っぽい感じの人だった気がします。ご自身の写真でってことですか？これこのラジオでこういうことを喋ったので、返信したりとかしてもいいんですかね？その人に。それはでももうやってみたい。事務所さんの判断じゃないですか。そう、僕がいいよって言っていいよ返信してもっていう権利がね、僕ない。一応その DM は返事禁止なんですけど、そうなんですね。でもこのラジオでこう喋ったことによって、このネタ作りのために返信をするっていうのをちょっとやってみようかなって今思いました。ふと。なるほどですね。で、それに対してもまた日の舞ちゃんと結婚したいだったら、もう最終アウト。そうですか？俺、それでも DM 送って日の舞です、いつもコメントありがとうございます、なんで結婚したいか教えてもらえませんか、に日の舞と結婚したいって、そこで本人から連絡来てんのにそれ貫いたら、ちょっとかっこよくなってくるけどな、その人。普通浮き足だってDM くれたんですか？いいんですか？実はもう何年も前からファンでずっと追っかけさせていただいててって言いたくなるのを、本人から DM 来てその対応できるって俺ちょっと男道一本通ってる気がしますよね。ちょっと気になってきましたよね、人物像とかその人がどういう生活をしてるのか。澤田さんもちょっと今気になってますよね。そうです。6月言ったらジューンブライドの時期にそういえば結婚したい人ってそうなんですよ。俺これででもこの人が結婚してたらすごい面白いな。確かにね、別に既婚者が結婚したいって言っても言う分にはいいですからね。ありますよ、全然そんなことも、その人多分結婚してたりもあるかもしれないし、だから勝手に私が失恋したっていうことになるので、ちょっとそこは白黒はっきりさせたいから。なるほど。いや、このラジオ聞いてください。どうにか聞いてください、その人で、コメント欄にコメントしてください。理由やいろいろね、今までの私への愛情の数々をこう書いていただいて、そこで決めさせていただくので、ちょっとここに来てください。そこで決めさせていただく、じゃあ今は可能性はゼロじゃないってことですね。ちょっともう最終通告ですよ、これはもう。最終通告なんですね。もう最終通告なので、もう今後このコメント欄に来ないのであれば、その DM、もう見ませんので、お願いします。結構強めに言った。そうなんですね。なるほど。進展はなくてすいませんね。なんかいや、普通進展ないものなんでね。
まあでも普通にね、コメントとか来てもおかしくないですけど、なるほどなるほど、来ないのでね、ちょっとストーリーとかでも誘導してみますので、なるほど、結婚したいって言ってる方へ向けてのラジオですっていうのを書いて、誘導しますので。他の視聴者気悪いわはい、でもこの他の人たちは、じゃあ逆に、もし私と結婚したい人がいるのであれば、逆にこのコメント欄にいろいろ書いていただいて、結婚したいんじゃなくて普通に盛り上げるコメントをしていただくって感じ。いや、結婚したいよ。私と結婚したい人がもしいるのであれば、いや、そんなめちゃくちゃ来るでしょ。コメント欄に結婚したい理由などを書いていただいて、ご連絡いただければ、なるほど、このラジオからの何か交際とかもあるかもしれないので、はい、いいな。そうですね。そしたら、澤田とテニスしたいよっていう人もぜひコメントいただけたら、はい、公式テニスしたいよっていう、ダブルスでもいいよ、ダブルス組んでもいいよっていう人はぜひコメント欄にいただけたら。じゃあテニスと結婚相手を探すということで、ラジオ使ってね、いろいろやっていきます。ちなみに屋外でもいいよっていう方、私屋内じゃないと嫌だよっていう方は女子でも男子でもいいんですか？女子でも男子でもいいです。なるほどなるほど、じゃあそこは幅広くね、かといって屋内が嫌なわけでもないんでなるほど、ではコメント待ってますので、お願いします。はい、じゃあ行きましょうか。ということで、サウナトーク。はい、じゃあ3つの中から1つ選んでください。はいじゃあなででれん、ロッカーナンバー91番ロンベルクさん。先輩と後輩どちらといる方が楽ですか？これ人によって分かりますね。もうこれ私一択、もう絶対一択。でも僕も一択です。一択。楽、楽はそう一択。じゃあ澤田さんからじゃあ。楽なのは先輩といる方。それで言ったら私も同じです。先輩といる方が絶対的に楽。しかもなんか自分結構昔からちょっと妹気質というか後輩気質なところがあるので、可愛がられるタイプなんですね。はい、そっちの方が多くて、後輩に何か言ってあげるとか、面倒を見てあげるのがちょっと恥ずかしいって思うタイプ。そうなんですね。はい、僕は、楽なのは先輩なんですよ。っていうのは正直僕どっちといても気使うんですよ。先輩といようが後輩といようが。ただ後輩に気使うってバカらしいじゃないですか。なんで俺この子たちにご飯食べさせておごって気使わなきゃ、なんかちょっと長いなとか、今日もうそろそろ帰りたいなって思ってんじゃないかなみたいなの気にする。でも先輩と気使うのはもうそれ普通だから、別に苦じゃないというか。だから楽なのは先輩といる方が気は楽。でもちろんなんかバカなことやって楽しいのは、後輩といた時は楽しいこともある。どっちの方が多いですか？比率的に先輩と後輩といる。圧倒的に先輩ですね。そうなんですか？やっぱそれは楽だからとか。楽だから、僕も割とその先輩に昔からよく誘っていただける方だし、自分からも割と言えちゃうタイプなんで、ちょっとよかったら今度ご飯連れてってくださいよって僕結構言えちゃうんで。でもこれ世の中的にはどっちが多いんですかね？やっぱ先輩の方が多いのかな？いや、どうなんですか。ご時世もあると思いますよ。もう昔だったら、後輩飲み行くぞ、ついてこいよお前って言えた時代だけど、今ってもう下の方に気使うじゃないですか。そうパワハラになったりね、誘っていいかなとか、じゃあ会社の部下のプライベートの時間奪っていいかなとか。確かにそう考えたら今は上といる方が楽というか、多分誰といるのも楽じゃない時代なのかなと思いますけどね。でも憧れますよね。やっぱ私は後輩に対して飲み行くぞとか、言ったことほぼないんですよ今まで。なんでですか？なんか誘っていいのかなとか思っちゃう。後輩を遊び誘ってくださいとか言われること結構あるけど、なんか申し訳ないって思っちゃう。後輩の時間を使うのがみたいな。でもそう言ってきてくれるんだったらさすがにいいんじゃないですか。誘う日野さんは割と、趣味で言うとそれこそ、サウナであったりとか、もちろん麻雀だったりとか、サウナに関しては一人でも行けるかもしれないけど、人とやることあるんですよ。フットサルとかもそうですし、で多分グルメとかもそうだし、そう人いた方がよくないですか？
まあいた方がいいけど先輩誘っちゃう。後輩に行こうっていうより、先輩にここあるんで行きませんかとか言っちゃうタイプかも。まあ確かにね、先輩に言うとね、結局金かかんないからいいですよね。まあね、それもねありますけど絶対俺ゴルフの人はめっちゃやってると思うけどな自分より先輩一人呼ぶね、おごってもらうみたいなね。いやなんか昔にその事務所の後輩の子になんかコーヒー飲みたいみたいになって、コーヒー一緒に買いに行ったんですよ。でおごったんですよ、コーヒーをね。でその時なんか自分的にすごい恥ずかしくて、なんか気まずいみたいな、なんかなんだろう、それはでも何ですかね、大きく芸能界っていうところでも、グラビアとか、そういう女優の方にいる方と、僕は割とその芸人さんと絡むことがあるから、多いから、それで違うんですかね。なんか先輩ぶってるって思われるのがすごい嫌だみたいな。なんか先輩ぶっておごってくれたとか、まあおごってくれたのに対してはありがとうございますって思ってると思うけど、うわ先輩ぶってるって思われてんじゃないかなって思って、それがめっちゃやりたいんですよ本当は。ご馳走してあげたりとかね、そういうのかっこいいなって思うんですけど、ちょっとやっぱ先輩といる方がそういうことも考えずに、まあそのプレゼントを渡したりしてお返ししたりすればいいじゃないですか。ね、そうですね。そうそうそう。例えば事務所の近くのコンビニで日野さん買い物してようとしてたら後輩来て「ああ」みたいな「あそれもいいよ持ってきて一緒に」とかってダメなんですか？いや言いますけど、その後にすごい後悔する。恥ずかしい、なんか恥ずかしいことしたなってなっちゃう。はい、なるほどね。まあじゃあでもまあいろいろ楽なのは先輩ということで、そうまあ憧れはありますね、後輩といるの。はい、ということであっという間の12分でしたが、はい、ということで皆さんありがとうございました。さよなら。